日本に暮らす家庭犬は、世界と比べてみたら寿命が割と長い方だと思います。でも健康寿命って考えたらどうでしょうか。それは長いと言えるでしょうか。今毎日老犬と向き合っていらっしゃる飼い主さんの理解を深めるためにですね、老犬によく見られる症状と、それが実際体の中で何が起こっているのかっていうことについて少しお話ししたいと思います。歩けないのは足腰の衰えとして捉えられることが多いですけれども、実際にはですね、体というのは脳から体へ、そして体から脳へ情報がスムーズに伝達されないと動きません。大脳に問題がある場合は症状として2通りあります。1つ目、動き始めることが全くできない。2つ目、1つの動きを始めることはできるけれども、それをやめて別の動きに移行することができない。1番目の場合は寝たきりの状態になっていくことが多いです。で、2番目の一番いい例は、ぐる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 回り続けるワンちゃんですね。歩き出すという一つの動作を始めることはできますけれども、そこから、歩くことをやめる、そしてその次、座るとか水を飲むとかいった2つ目の、行動に移行することが難しいわけです。実際にはですね、犬は歩きたいから歩いているわけではなくて、それをやめられない、やめ方がわからないというのが本当のところです。ちなみに右ばかりぐるぐる回っている場合は、右側、神経の右側に何か問題がある場合、そして左回りならば神経の左側に何かが問題あるということができます。ぐるぐると目的もなく歩き続けるという状態はですね、大脳に問題がある場合だけではなくて、視床というところに問題がある場合にも似た症状が見られます。足が震えるようになる、シニア犬もいますね。これは小脳というところに問題がある時に見られる症状です。寒い時とか怖い時の震えとどこが違うかっていうと、体のごく一部だけが震える。それが、寒い時怖い時との違いです。震える以外にもですね、ぎこちない動きだったりふらつきやすいという、特徴もあります。これ以外にも前庭疾患を、引き起こすシニア犬というのはとても多いと思います。前庭疾患は脳神経障害の一つでして、脳幹に問題がある場合に見られる症状です。足がピーンと伸びて硬直した状態になる序脳硬直、これも脳幹に問題がある時に見られます。で、序脳硬直はですね、四肢すべての場合と前足だけの場合とあります。どうでしょうか。一口に老化現象といってもですね、脳のどこに何が起きているかによって見られる症状は様々ですよね。で、これは年をすればしょうがないと考えることもできますけれども、私個人的にはですね、犬が老いた時にこういった、神経障害が起こる犬が多いっていうのはですね、想定内だと、思っています。というのはですね、ノミダニ、フィラリアの駆虫剤は脳神経に影響を与えるものだからです。特にノミダニ用だったら、イソキサゾリン系、商品名で言うと、ブラベクト、ネクスガード、シンパリカ、クレデリオなどです。そしてフィラリア用だったら、イベルメクチン系、商品名だとイベルメック、モキシハート、ネクスガードスペクトラなどです。お住まいの地域によってはですね、駆虫剤なしでは到底無理だっていう場合ももちろんあるでしょうし、私も駆虫剤を使うことを、否定するつもりは全くありません。私も自分の犬に使ったこともあります。ただこれらの駆虫剤っていうのは、寄生虫の、脳神経を麻痺させて殺すだけではなくて、実は、犬の中枢神経、そして脳神経も、ダメージを与えてしまうということ。これは少なくとも飼い主として知っておくべきだと思います。若く健康なうちは、駆虫剤使ったからといって特に問題があるように見えないかもしれません。事実ですね、一生涯、このお薬使い続けていても何の問題もなかったっていう、長生きしたワンちゃんもいるでしょう。ですけれども、毎月毎月少しずつですね、脳神経にダメージを与える化学物質を体の中に入れているんだっていうこと、これは事実です。駆虫剤の主な副作用としてですね、ふらつき、震え、転換とあります。この症状、冒頭でお話しした老犬に見られる症状に
よく似ていないでしょうか。これに加えて日本は狂犬病ワクチンが毎年です。できるだけ犬の体に毒を入れないようにしたい、デトックスもしたい、免疫力も高めたいという方はですね、コメント欄でぜひ教えてください。もし興味がある方がいらっしゃるようでしたら、次回の動画で、そのことについて少し紹介してみたいと思います。ここまでご覧くださった皆様ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。